ゴールデンバット。1906年に輸入用として作られ、その後、約116年間販売された長寿銘柄です。ゴールデンバットの名称とデザインは、中国で縁起が良い動物とされるコウモリに由来しており、産休銘柄と呼ばれる比較的安価な価格で販売されていました。第二次世界大戦中には、敵性語にあたるとして禁止に解消されたが、戦後再びゴールデンバットとして販売されました。ゴールデンバット愛好家には、芥川龍之介、太宰治、中原中也などがおり、多くの作家に愛好されたことから、文豪銘柄とも呼ばれていました。その後、販売量が減少したことで、北海道地区限定で販売されましたが、2022年に販売終了となりました。チェリー。1904年に発売された初代チェリーは、日本政府が最初に発売したタバコ銘柄です。第二次世界大戦中は、敵性語にあたることから桜に改名されました。その後、値上げしたタイミングで新製品として安価な光が発売されたことから販売量が減少し、資材不足も重なり、初代チェリーは廃止されました。2代目チェリーは1970年に日本専売公社から発売された日本初のアメリカンブレンドを採用したタバコ銘柄です。発売当初から人気を博し、数多くの記念タバコに選ばれるなど、セブンスターとマイルドセブンが出るまでは高い評価を得ていました。その後、東日本大震災の影響で工場が被災し、販売量も減少したことから2011年に廃止されました。チェリー愛好家には、山本五十六や宮崎駿、のび太のパパ、月島雫の父、堀越二郎などが挙げられます。キャメル。1913年に RJ レイノルズタバコ社によって発売された世界初のアメリカンブレンドを採用したタバコ銘柄です。当時人気だったターキッシュ銘柄のファティマを真似て作られたタバコで、キャメルはキャメル革命と呼ばれるほどタバコ業界に大きな変革をもたらしました。また、1960年代初めまでに最も売れたタバコ銘柄でもあり、発売75周年記念に若者向けにマスコットキャラの漫画や広告などがあったが、ディズニーキャラクター並みの認知があり、子供に喫煙を勧めているとして廃止されたことがあります。キャメルという名称は日本語でラクダという意味で、パッケージデザインのラクダはサーカス団の一コブラクダでオールドジョーと言います。日本国内では1999年から販売され、東日本大震災の影響もあり販売終了。その後、2013年に一部地域での限定発売を経た後、バリュー価格帯のブランドとして2018年にリニューアルしました。現在ではワンコインで購入できる数少ないタバコ銘柄の一つでもあります。ピース。1946年に発売された外国産に負けない国産タバコ、平和の願いを込めて作られたタバコ銘柄です。ピースは高級銘柄商品でしたが、自由販売タバコ第1号だったこともあり、発売日にはタバコ小売店に長蛇の列ができるほど人気を集めました。また、日本初の消費者コラボ商品として名称とデザインは公募され、最有力候補はニューワールドだったが、デザイン面で当時の印刷技術では再現困難という理由から2番目のピースが採用されました。その後、コカ・コーラやラッキーストライクのデザインも手掛けたレーモンド・ローイによってパッケージデザインが改修され、ピースコンと言われる色名も生まれました。ピースのオリーブと鳩は旧約聖書の創世記に登場するノアの箱舟の物語が由来とされています。その後ピースはゴールデンバットが廃止されたことにより、国産タバコで唯一の両切りタバコ銘柄であり、タール、ニコチンの値が高いタバコ銘柄になりました。また、ピースが初めて発売された日に由来して1月13日はタバコの日になっています。ピース愛好家には三島由紀夫、森重久や山本周五郎、アニメではガッチャマンクラウズの響城鬼太郎誕生の水木などがいる。ウィンストン。1954年に当時人気だった銘柄のバイスロイを真似て作られた RJ レイノルズタバコ社のタバコ銘柄です。ウィンストンの名称はノースカロライナ州ウィンストンセーラムにちなんで名付けられました。ウィンストンはマールボロに抜かれるまでは世界で最も売れているタバコ銘柄の一つでした。その後、日本タバコ産業に買収され、現在では当時新しい職種として注目されたニュースキャスターが由来のバニラフレーバーでおなじみ、キャスターと船の客室の名称、キャビンが由来のチョコフレーバーとラム酒着工でおなじみキャビンの2ブランドが2015年にウィンストンと統合され、現在では
ウィンストンブランドとして販売されています。ホープ。日本初のフィルター付きタバコとして10本入りで発売されたタバコ銘柄です。ホープは過去にロングサイズも発売されたことから、ショートホープの愛称でも親しまれています。パッケージデザインの弓矢は、ローマ神話のキューピッドをイメージしており、幸福をもたらす希望を表しています。また、過去には限定商品として、ドライゴールド、サワーレッド、ホットブラック、パッションイエローなどが販売されており、ホープは現在でも販売されているロングセラー銘柄の一つです。ホープ愛好家には、ホープの男、赤井秀和氏、千原ジュニア氏や有吉弘行氏、アニメでは、コナンの赤井秀一などが挙げられます。ハイライト。1960年に日本初のロングサイズとして発売されたタバコ銘柄です。ハイライトの意味は火の当たる場所という意味で、パッケージデザインはデザインコンペで選ばれたものであり、当時主流だった両切りタバコとは一線を画すフィルター付きセロハン包装を採用して発売されました。また、ラム酒で着工された銘柄の一つで、1970年代には製造と売上ともに世界一位を記録するほどの人気を誇ったタバコ銘柄でもあります。ハイライト愛好家には、元内閣総理大臣の吉田茂氏や、サザンオールスターズの桑田佳祐氏、椎名林檎さんなどがおり、アニメでは、西遊記の沙悟浄、こち亀の両津勘吉、波平、日だまりスケッチの大家さん、白箱の井口さんなどが挙げられます。現在では、ハイライトとテスト販売で人気になり、全国販売に至ったハイライトメンソールの2種類があります。エコー。1968年に発売された安価なフィルター付きタバコ銘柄です。週刊少年ジャンプと同じ年に発売されたエコーは、タール値が 15mg あるため、とにかく安く吸い応えのあるタバコを吸いたい人向けの銘柄でした。エコーは、旧産休品として販売されてきましたが、旧産休品特別銘柄のタバコ税率撤廃により、2019年に若葉やゴールデンバットとともに廃止されました。その後、リトルシガーのエコーシガーとして登場しましたが、2024年8月中旬より順次、紙巻きタバコとしてエコー、キングサイズが販売されることになりました。セブンスター。1969年に発売された日本で初めてチャコールフィルターを採用しており、国産の葉タバコを中心とした日本独自のタバコ銘柄です。セブンスターの名称は、アポロ11号が月面着陸を果たし、宇宙時代の幕開けにあやかり、ラッキーセブンとスターが由来とされています。また、セブンスターは、2008年から現在までの約16年間、日本国内で最も売れているタバコ銘柄です。アニメのセブンスター愛好家には、荒川アンダーザブリッジの星、青のエクソシストの藤本史郎、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの平塚先生、リライフの貝崎新、7の本庄連、大崎7などが挙げられます。メビウス。マリーナのリニューアル銘柄であり、セブンスターのマイルドバージョンとして、日本初のアメリカンブレンドにチャコールフィルターを採用したタバコ銘柄です。発売当初から人気が高く、セブンスターに抜かれるまでは、常にトップを維持していたタバコ銘柄でした。その後、2013年に約200個の候補からメビウスに改名されました。メビウスの由来は、エボリューションの EV、自社の I と顧客の U、マイルドセブンの M と S を組み合わせた造語です。アニメでのメビウス愛好家には、イチゴマシュマロの伊藤新栄、チェンソーマンの姫の早川亜希などが挙げられます。ナチュラルアメリカンスピリット。1982年に最高品質のタバコを作りたいという思いから、サンタフェナチュラルタバコ社で製造されたオーガニックのタバコ銘柄です。ナチュラルアメリカンスピリットは主にアメスピと呼ばれており、香料、保存料などの添加物を一切使わずに製造された 100% 無添加のタバコ銘柄です。アメスピは1本あたりのタバコ葉含有量が約 25% 多く、燃焼剤が含まれていないため、葉の減りが遅く、人によってはタバコ本来の味を1本で2度楽しめるタバコ銘柄でもあります。アメスピのパッケージに描かれているのは、ネイティブアメリカンのシルエット、平和のパイプ、不死鳥に近い巨大な鳥類サンダーバードです。アメスピは 100% 無添加を謳っていますが、健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではないです。アメスピ愛好者には、志村けん氏、大悟氏、アニメでは、ブラックラグーンのロック、ダッチ、デュラララの平和島志蔵などがいます。